Hi, Shota. Hi, How are you doing? I'm good. I'm う good. ん。本当に久しぶりね。いや、すごいすごい。久しぶりですね。いや、元気なの？はい、そこそこ。そこそこ。OK。じゃあ、インタビューを始めよう。はい。簡単な自己紹介お願いします。My name is Shota. I'm Japanese and I'm in the third year of high school preparing for university exam. ニュージーランド留学のきっかけは？僕の通っている高校がニュージーランドの学校と姉妹校提携を結んでいたからです。長期留学を決めた理由は？短期留学も魅力的だったんですけど、短期留学だと、英語力の、英語力がなかなかつかなかったり、ニュージーランドの文化とかもすごいたくさん知ることはできないなと感じて、ただ長期だったら、そういう英語力の向上も、文化とかも、あと、たくさんいろんな人とも触れ合えるなと思ったので、少しお金はかかるんですけど、長期留学を選択しました。ニュージーランドの学校での初日はどうだった？日本語を話せる人も少なくて、で、自分も英語を話せない状態だったので、すごい、次の授業はどこに行けばいいんだろうみたいな、そういう、すごい困ったことはたくさんありました。でも、周りの人とかがすごい優しくて、次はこの教室に行けばいいんだよみたいなことを教えてくれたので、その、すごい一人でずっと困ってるっていうことはなくて、みんなが助けてくれて、なんとか生きて過ごすことができました。ニュージーランド教育と日本教育の大きな違いは？日本の学校では、教科書があって、その教科書に沿って勉強したり、その教科書を覚えて、それがテストに出たりすることがすごい多いと思うんですけど、ニュージーランドだとあんまり教科書とかはなくて、自分で資料とかを調べて論文を書いたり、科学の授業でも教科書を見ることはすごい少なくて、すごい実験をたくさんして自分で理解度を深めていくっていうことが多かったので、そこは日本とニュージーランドの大きな違いだと思いました。ニュージーランドの生徒たちから学んだらいいことは？ニュージーランドの生徒はすごい何をするにもすごく積極的で、あとすごい自分を持っているというか、自分の意見を言ったり、自分のしたいことを意見するっていうのを怖がることが少ないなと感じました。それに対して日本人の生徒はすごい周りの目とか周りの人を気にしたりすることが多くて、もちろん場合によってはそれはすごいいいことなんですけど、場合によってはもっと自分の意見とかを発言した方がいい時もあるので、ニュージーランドの生徒からはそういう積極性とかの大切さを学ぶことができました。日本に戻ってから日本の学校に馴染むことは難しくなかったの？最初は少し不安とかもあったんですけど、戻ってみればすごい前と同じような感じで過ごすことができました。高3の受験生として、学校生活をどのように過ごしたいの？受験が迫っているので、ニュージーランドで培った英語力を失わないように英語の勉強とその他の教科、受験で使う教科の勉強を頑張りたいと思っています。今目指している大学は？すごい、この大学っていう決まった大学はまだ曖昧なんですけど、ニュージーランドへの留学とか、あとニュージーランドで経験したロックダウンとかを通じて、日本と海外のその法律の違いにすごい興味を持ったので、そういったグローバルな視点から法律とか社会学を学べるような大学に進みたいと思ってます。最後の質問は英語で答えてくださいね。はい。Okay. Will you recommend New Zealand to anyone who's thinking of studying abroad? Yeah. Because, New Zealand is really safe and Kiwi people are so friendly. And also, I've never experienced the racism. So, yeah, I think New Zealand is the best place to study.
in the world. 翔太、今日本当にありがとう。I hope I can see you in 福井 very soon. いや、okay. その時はお寿司をおごってくださいね。もちろんもちろん。Then see you next time. Bye. 中国人だからこうだとか、マオリだからこうだみたいな、そういう偏見を持つことがなくなりました。英語力がついたのと、日本の学校でも、そのニュージーランドの学校の生徒たちみたいにちょっと積極的に発言することができるようになったりはしました。